皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのクッチーです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマは浅いグリップと深いグリップの違いについてやってみようかなと思います。で、これは初心者中級者の方が対象で、今皆さんのグリップ、シェイクハンドペンホルダー、あると思うんですが、深いグリップ、浅いグリップ、実際それぞれどういうメリットデメリットがあるのかっていうのと、自分の特徴が生きたグリップなのかっていうのを今一度この動画で確認してみてください。で、まず浅いグリップっていうのは、こうシェイクの握りが一般的にありましたら、この親指と人差し指の間の部分ですね、この一番深い溝の部分が下に下がって、このグリップの部分が1センチぐらい見えている状態ですね。これが浅いグリップです。親指の上にグリップがまだ1センチ余っているという状態です。普通のグリップはちゃんと親指が入ってグリップが見えません。一番上の部分が手によって。でも浅く握るとこういう感じですね。1センチぐらい隙間が空きます。後ろも1センチぐらい隙間が空きます。これが浅いグリップになります。で、深いグリップはこのグリップの部分を、この親指と人差し指の間がしっかり上の方にこうラバーに近いところにこうガツッと握る感じですね。そうするとこう見ますと、親指がラバーの上に乗っかるような感じですね。これは深いグリップです。深いグリップ、浅いグリップ、深いグリップ、浅いグリップっていう感じで、このグリップのこの手の高さですね、高さがラケットの上の方に手がこうやっていくようでしたら深めのグリップで、ラケットの下側の方にこう手がいくようでしたら浅めのグリップっていう感じになります。そういう感じで深め浅めというのを分かってもらえたらなと思いますね。まず浅い方のグリップからメリットデメリットを紹介していきます。で、浅い方のメリットっていうのは、大きく、一つの特徴で言いますと、ラケットの自由度が高いっていうところですね。で、浅いグリップのメリットはこういう握り方です。なので手首を使いやすいので、ドライブの回転をかけることに適しています。ドライブ、この時にこの手首でこうキュッとかける感覚ですね。深いグリップよりも浅いグリップのがこの手首の可動域が広くなりますので、だから回転量の強いドライブボールが出せると思います。浅いグリップでドライブをしている方は結構回転量が強いドライブ、周りの方で多くないですか？回転量が強い。で、後ろからのプレーをするときも浅いグリップの方が回転を強くかけて飛ばせるので、中陣にも下がったときはこういう浅いグリップが適していますね。カーブドライブとかシュートドライブ、曲げたりするドライブも浅いグリップのため角度を変えやすいです。ラケットの面の自由度が非常に高いので、好きなこと横回転をかけて飛ばすということもできます。だからそういう何ていうんですかね、小技系テクニシャン系の技がやりやすいということになります。だから台上系も横回転系のレシーブを入れる、サイドスピンツッツキチキータ、あとこういうのは深めよりも浅めのグリップの方が手首が使えるためにスピン量が増える。で、ちゃんと安定したボールを送れるということになります。回転系、回転のかけやすさ、曲げやすさ、テクニシャンタイプに多いグリップになります。で、デメリットがもちろんあります。で、デメリットはやはり浅いグリップのため、こう面が動かせるということで、逆に強い球を食らった時にグラッとバックブロックしようとした時に揺れます。一瞬ですがこうなります。だから相手の強い球に押されやすいっていうデメリットを持ち合わせています。その時は手首を使ってしっかりこうやって得意の浅いグリップの得意な手首を使ってしっかり回転をかけるっていうことが、できれば、強い球にも負けなくなります。だからやり方次第だと思いますね。なのでしっかりフラットで合わせる分には浅いグリップは押されてしまうので、そういう仕方は、浅いグリップは適していないのかなと思いますね。で、2つ目ですね。もう1つのグリップ、深いグリップです。まずこれの特徴はやっぱりラケットの自由度が低いということです。で、ラケットの自由度が低いというのは悪いことかと思いきや、別に悪いことではないです。メリットもあります。で、メリットは速い球を出しやすいということですね。自分のパワー、やっぱ深い握りしてる人はがっつり握ってる人ですので、やっぱり力強く打てる、力を入れて腕でガンと打ちに行くっていうのはやっぱりできます。なのでフラット系に適している。で、ラケットの面が
変わったりしませんので、だからちゃんと面を作ってスマッシュっていう角度打ちなど、そういうパン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 前で弾くタイプ、ブロック、スマッシュ、ミート打ちを主体とした選手に深いグリップはかなりおすすめですね。深いグリップ一発の弾き打ちのスピードドライブみたいな、弾き打ちのバーンって打つドライブなど、そういうふうに深いグリップの一発強打のドライブっていうのもメリットとしてあります。あとはいいところっていうのは、相手の強打に負けないのでブロックが安定するということですね。やっぱ深い握りですので、ラケットの面がこうがっちり支えられています。なのでドライブがドーンときてもそんなにこう揺れません、押されません。なのでブロックが安定します。なのでブロックが上手い人は結構深い握りでこうがっちり握ってブロックしている方が多いですね。深い握りのデメリットですね。デメリットはやはりがっつり握っているので、やっぱ回転をかけにくいです。低い球、つっつき打ちでしっかり回転をかけた回転重視の球を出そうとしても、やはりラケットがどちらかというと弾く傾向に強い面の出方をしますので、擦るというよりかはパンと離れる感じです。なので、弾き擦るっていうような感覚でしたら、深いグリップでいいとは思うんですけど、しっかり擦るだけのループドライブとかをやろうとするときはやっぱり深いグリップは難しいですね。どちらかというと前陣でのスピード系の卓球が主体になるために、ちょっとテクニシャン系のプレー、柔らかい、巻いたり打点を落としたり横を入れていやらしくしたりという、そういういやらしさは全くないです。なのでスピードの一点張りにちょっと近いような感覚ですね。なので、そういうところはちょっと、デメリットでもあり、いいところでもあるっていう感じですね。やはり簡単にまとめますと、やっぱ浅いグリップは回転重視で、深いグリップはスピード重視っていう感じがありますね。で、器用な選手はつっつき打ちだけ浅いグリップにしてしっかり回転をかけます。で、上回転ラリーにしたらがっちり握って深いグリップでこうスピード重視の卓球をするっていう選手もいます。なのでプレーごとによって深いグリップ、浅いグリップっていうふうに分けている選手もいますね。うまくグリップチェンジをしている選手もプレー中にいます。なのでそういうのも知っていただいた上で、皆さんの長所のプレーをより引き出せるグリップっていうのをぜひやってみてください。